はい、こんにちは、梅野です。本日は、カメラを購入されたばっかりの方とか、あとカメラ初心者の方向けにカメラとかレンズのお手入れの方法をご紹介したいと思います。はい、でカメラとかレンズのお手入れの方法なんですけれども、まず我々カメラ素人にとってできることは、ほぼないと言っていいでしょう。カメラの中を分解して掃除するわけでもないですので、することはもう限られてまして、一つはこういうクリーニングクロスっていうのがありますので、こういうので、汚れを拭いてあげる。レンズとかであればこのレンズの表面に汚れがついてますので、こういうのを拭いてあげるとか、そういうことしか、素人の我々はすることがないですので、あんまりこのカメラのお手入れってことを気にする必要はないんですけれども、汚れがついたままでほたくっておくと、そこが変色の原因になってしまったりとか、錆の原因になってしまったりとかで、それが不具合につながっていったりしますので、カメラを使った後は、ちょっと拭いてあげるということが必要になるので、一つずつやっていこうかなと思います。はい、ではまずカメラの方なんですけれども、カメラ撮ってきまして帰ってくると、大抵はですね、モニター画面とかここのサブの液晶とか、またファインダーとか、こういうところに指紋がついてしまったりしてますので、これをこのクリーニングクロスで拭いていきます。でタオルとかで、拭く方もいると思うんですけど、タオルって結構硬い素材でできてますので、例えばですね、ピアノブラックの塗装のとこタオルで拭いてしまうと、白い傷がパーって入っちゃうと思います。でそういうのもですね、気になる方はこういうクリーニングクロスっていう柔らかい布を売ってますので、これ楽器屋さんとかでもあるし、カメラのですねフィルターとかアクセサリー置いてるところでも多分売ってると思いますので、こういう柔らかい布のクリーニングクロスで、拭いてあげてください。モニターとかですね、こういうところを拭いていくと。であとはですね、この持っているこのグリップの部分は汚い話、この手垢がついて汚れてしまったりとか、あと撮影に行ったところでちょっと石のけたりとかなんとかすると砂がついてますので、砂がこのグリップの隙間に入って汚く見えたりしますので、こういうところもですね、クリーニングクロスで拭くのもいいですし、ちょっと隙間に入ってしまうとなると、このパワーブロワーっていう、普通のブロワーって柔らかい風が出てくるんですけど、カメラ用のやつは結構きつい風が出るようになってますので、こういうのを使って間のホコリを飛ばしてあげるっていうのがいいかなと思います。取りやすいのはやっぱファインダーのこの際のところとかってこれで拭きにくいですので、ブロワーで飛ばしてあげたりとか、この液晶のですね画面のこの裏側ですよね、裏側にホコリとか砂とか詰まることはないけど入ってることがありますので、こういうの飛ばしてあげたりとか、そういうのがいいんじゃないかなと思います。であとはですね、このレンズのマウントの中ですね、こっちで外してあげて、でこれはですね一眼レフなんですけれども、一眼レフっていうのはこの中に鏡が入ってますので、センサーにホコリがつくことは少ないんですけれども、ミラーレスの場合だとここレンズ開けてしまうとすぐイメージセンサーがあります。でイメージセンサーにホコリがつくと、それが写真の中にゴミとして現れますので、それはですねできたら掃除してあげたいところなんですけれども、イメージセンサーは結構繊細なので直で触るなんていうのはしてはダメです。なので拭くのもですね難易度が高くて、拭いたものの汚れがビッて伸びてしまったらもう最悪です。なのでこのブロワーでできたら飛ばしてあげる。でブロワーでも抜かない場合はですね、センサーのクリーニングキットっていうのもありまして、自分ですることもできるんですけど、さっき言ったこの伸びるっていうのがねネックになりまして、汚れが伸びる。でクリーニングキットを使っても
なんかその洗浄液みたいなやつが伸びたりすることもありますので、あんまりこう触らない方がいいかなとは個人的に思います。なのでどうしても気になる方は、例えばカメラの北村とかであればですね、このイメージセンサーの清掃っていうのを、有料でやってくれますので、そういうところにお願いするのもいいかなと思います。で、個人でやるやったらもうブロワーで表面イメージセンサーとかのホコリを飛ばしてあげるのがいいんですけれども、こうやってやってしまうとホコリがこうふわっと舞ってまた戻っていったりとかで奥に入ってしまったりとかしますので、ブロワーを使う時っていうのはもうカメラを下にします。下にしてこう拭いてあげると、でホコリを落とすような形でやってみてください。でこれメンテナンス関係ないんですけど、外でレンズ交換する時も普通にこうやってこう見ながらこうやってレンズ交換してしまうとホコリが入ることがありますので、レンズ交換をする時とかもカメラを下向けてこうレンズ交換してあげることで中にホコリが入ることを防ぐことができますので、この辺気をつけてやってみてください。はい、次はこちらレンズの方になるんですけれども、レンズもねやることは同じになります。で表面、この、フィルターつけてる方が多いかなと思うんですけど、保護フィルターにホコリがつくことがありますので、これを、のけてあげる。多少のホコリであればですね、カメラ撮って写真に写り込むなんてことはないんですけれども、ホコリが多すぎるとか、またそのホコリの質によってはですね、光が乱反射することで写真に悪影響を及ぼすこともあるのかなと思いますので、表面にホコリがついてましたらクリーニングクロスで拭いてあげるのがいいかなと思います。であとはですね、ズームレンズの場合はこのちょっと伸びる隙間があると思うんですけど、こういう隙間からホコリが入っていって中に、ゴミが混入するっていうこともあるんですけど、これねどうなんですかね。これブロワーで僕は飛ばしてるんですけど、反対に余計入るなんてこともあるかもしれないんですけど、ただホコリがつきっぱなしっていうのは良くないと思うので、飛ばすかもっとこう伸びるタイプであればこれもクロスで拭いてあげるのがベストかなと思います。でこのですね、ズームリングとかピントリングのところ、このこの溝みたいなやつ、ここにねホコリが入り込むんですけど、これがね僕結構鬱陶しくて気になっちゃうので、こういうとこはもうこう溝ごとに飛ばしてあげるといいと思います。でレンズの清掃をするときは、クリーニングクロスもいいんですけど、なかなかこう撮影に行くときにこんな布持っていくのめんどくさいじゃないですか。なのでこういうときは白馬さんからですねレンズペンっていうのを売ってますので、これすごい有名な商品なんですけど、レンズの表面を磨くためだけの製品になってまして、反対側はこの毛みたいなやつが出てくるので、細かいところをさっさっさっと払えるようになっております。で毛じゃない方のところはここをね磨くようなものになってますので、これでこう丸を描くようにやってあげることで汚れをきれいに落とすことができます。例えばここに指紋がベタッとこうつけますけども、ベタってついちゃうとなかなか抜きにくいじゃないですか。そういう時もこれカーボンを使ったやつみたいで、これでこうなぞってあげるだけできれいに汚れを取り除くことができます。でこのレンズペンっていうのも、いろんな種類はあるんですけど、基本的にはここの形状が違うだけであって、効果はもう同じものになるので好きなやつ買って大丈夫かと思います。でね、本当にねもうやることはねもうこれだけかなと思います。他にねすること、無理にやってねカメラとかレンズに不具合をきたすと、無意味かなと思いますので、基本的には写真を撮って帰ってきた後は、磨いてあげるっていうのが基本になってくると思います。で、ホコリは飛ばしてあげる。それくらいしかないかな、やることは。はい、あとはですね、このカメラに
水がついてしまった場合、例えば海際で撮影をしてたりとか、滝のところを撮影していると水しぶきが飛んできて水がかかってしまうことがあるかと思います。で多少の水であればですね、もしタオルとか持っていればですね、もうさっさっと拭いてあげるだけで、カメラはね大丈夫です。防塵防滴仕様には基本的になってますので、この水しぶきが飛んだぐらいで壊れるっていうことはないです。で特にニコンとかペンタックスとかになってくると、その耐久性をすごい重視して作ってますので、まず問題はありません。で水に弱いところで言うと、ソニーさんとかはちょっと、水に弱い傾向があるかなと思いまして、で僕の知り合いでソニー使ってる方が2人いるんですけど、2人とも水が原因で壊れてます。でそんなにすごいビシャビシャかかったわけじゃなくて、ちょろっとかかっただけでも壊れてましたんで、ちょっと水には弱いのかなっていう印象があります。なのでもしソニーのカメラをお使いの方はちょっと水に気をつけていただくのと、で水がついたらさっと拭いてあげれるように、なんかティッシュとかタオルとかを持って撮影に行かれるのがいいかなと思います。壊れた方はちょっと古いソニーのカメラなんで、α1 の初代とか、2とかの時代のカメラなんで、最近の α7-4 とかその辺になってくるともう大丈夫なのかもしれないんですけれども、一応気をつけていただいて、でもしですね雨の日の撮影とかで予期せぬ、なんかちょっとどっか蓋開いちゃったけどビシャって水かかっちゃったとかっていう場合はですね、電源落としていただいて、で拭いていただく、で乾燥させる、安全策を取るなら乾燥させるのがベストだと思います。すごい水をねドバーってかかった時って壊れてないかなって不安になって、無駄に電源をねオンにしたりオフにしたりしてしまうと思うんですけども、そうすると中でねショートしてしまう原因を自分で作ってしまいますので、慌ててね動くかなって確認する必要はないので、一旦電源切って拭いてあげて、ちょっと放っておく、乾燥させておくのがいいかなと思います。でちょっと拭いてあげた後はですね、こういう、つなぎ目とかにね水が入ってないか確認してあげたりとか、あとこういう、普段閉まってるところなんだけど、ちょっと開けて水が入り込んでないか確認して、大丈夫かなと思った時にまた撮影を再開するような感じにしていただくといいかなと思います。であとですね、冬場の撮影とかなってくると多いのが曇ることになります。あったかい車の中にいまして、夜の星空とかイルミネーションとか撮りに行こうと思って外に出ましたとか、外で撮影してキンキンにカメラ冷えてるのにちょっとあったかい車内に戻ったりとかすると一瞬で曇ってしまいます。で曇りも多少曇った程度だったらいいんですけど、あまりにも極端に温度差がありすぎる場合はカメラの内部でも結露が発生することがあります。そういう時に電源を入れてしまうと中でショートしてしまってカメラが壊れてしまいますので、ちょっとずつ曇ってきたなとか、そういう時は表面拭いてあげるぐらいで使えると思うんですけど、一気にすごい曇ってレンズはもちろん曇る、液晶は曇る、表面もちょっと水っぽい、それぐらい結露した場合はもう電源を入れないのが無難になります。で帰ってもちろんその日撮影使わないのはもちろんなんですけれども、家に帰ってきた後も、もし内部で結露してたらあれなんで、ちょっと開けちょいてあげて、で防湿庫とかあとドライボックスとか持ってたらですね、除湿剤がもちろん入ってますので、そういう中で置いてあげて湿気を抜けるような作業をしてあげるといいと思います。はい、でこのやり方はちょっと非推奨なんですけれども、この際とかですね、細かいところに入り込んだホコリっていうのをこのブロワーで抜けようとしても抜かなかったりとかするし、角っこに入ってる汚れは抜かなかったりすると思うんですけれども、そういう時にね、僕が使っているのはこのパソコンとかでもよく使うであろうこのエアダスターを使ってます。これはですね、もう空気の勢いが全然違いまして、
パワーブロワーやとこれぐらいの感じなんですけど、エアダスターやとこうかなりの勢いで出ますので、ホコリとかがねなかなか抜きにくい時は僕はこのエアダスターを使っています。これでホコリをこうのけてあげるともう一瞬で終わるんで時短なんですね。で多分ねダメなんですけど、イメージセンサーにホコリがついた時とかもこのブロワーでやってももう抜かないですよね。花粉とかそんなんとかってなかなか落ちてこないんですけど、ここエアダスターでバーってやってるんですけど、ここね僕は一切責任が持てないんですけど、この赤いやつ空気出した勢いでたまにねポンって飛んでいくことがあるんですね。でこれ結構な勢いで飛んでいくんで、外装部分に当たったって別に何でもないんですけど、イメージセンサーに直撃してしまうとちょっとどうなのかなっていうところがありますので、それでイメージセンサーが壊れたりすることもないことはないので、おすすめはしないんですけど、僕はこれしっかり止めておいて、すごいゴミついてるなって時はもうのけてます。これだともうレンズもカメラもあっという間に綺麗になりますので、僕はこのエアダスターっていうのを使って掃除をしています。ただこれが飛ぶリスクがありますので責任は取れません。自己責任でやってください。これどこでも電気屋さんとかでも売ってますし、パソコン屋さんってないか、電気屋さんで売ってますし、ホームセンターでも売ってますので、安いやつから高いやつまでありますけど、これに高級感を求める人はいないと思いますので、400円とか500円で売ってるやつで、十分かなと思います。これも、試しに気になる方は試してみてください。はい、本日はカメラのお手入れ方法をご紹介しました。基本的に我々にとってすることはもう拭くことで、ほこりを飛ばすことぐらいしかありませんので、面倒くさくないし難しくもないので、写真を撮って帰ってきた後はもうカメラとかレンズを拭いてあげるっていうのを習慣にしてあげるといいかなと思います。そうすることでですね、汚れがついて変色したりとか、錆とかの原因をなくすことはできますので、最低限それだけはしてあげればよろしいかなと思います。でこういうお掃除するグッズみたいなやつもそんなに高くないですし、これの性能の上下とか本当にどうでもいいと思うんで、風が出ればいいですし、レンズペンも携帯性があって便利なんですけど、苦じゃなければこのクリーニングクロスでも全てが解決しますので、わざわざおしゃれだからとか人気だからといってこういうものを買わなくても、布と空気が出るものがあればもうお手入れはできます。で後のね細かいところ、汚れ中の方でね汚れが入ったとか、イメージセンサーが汚れているけどちょっと不安だとか、そういう時はもうお店にお任せするのが一番安心かなと思います。で高知県でね、僕が住んでるのは高知県というところなんですけど、マップカメラさんとかヨドバシカメラとかビッグカメラとか一切ありませんので、カメラの北村の情報しかないんですけど、カメラの北村やとこのセンサーの清掃とか外装のクリーニングとか、そういうのも有料サービスでやってますので、どうしても自分でやるのが怖いとか、外はできるけどイメージセンサーはちょっとさすがに怖いなっていう方はプロの、カメラの北村とかカメラショップにお願いしてみるのがいいかと思います。それではまとめると、我々素人はもう拭くだけ飛ばすだけ以上の2つになりますので、写真撮りに行った後はそれだけはやってあげてください。それでは今日は、この辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。